ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、DC スタジオの新作映画、スーパーガールの絶望的な興行収入予測と、主演女優の炎上問題という話題についてよ。現在、DC スタジオは、自社の映画ユニバースの将来に関して、すでに重大な警告サインを目にしているのかもしれないの。今日は、スーパーガールが公開前にもかかわらず、スーパーヒーロー映画史上最悪の興行成績を記録した作品たちと比較されている現状。そして、主演女優のネット上での炎上が作品にどう影響しているのかについて、徹底的に解説していくよ。まだ公開されとらん映画なのに、もう、最悪の作品と比較されとるって、どげんことね。最初からこけるのが目に見えとるって言葉い？その通りなの。実は、ボックスオフィスセオリーっていう映画の興行収入を予測したり分析したりする専門のデータがあるんだけど、その新たな予測データが発表されたの。それによると、近日公開予定の映画、スーパーガールは、公開初週末の国内興行収入、つまり公開されて、最初の週末に稼ぐチケットの売り上げが、4700万ドルから6500万ドルになるだろうって予測されているんだよ。4700万ドルって言われてもピンとこんけど、ハリウッドのスーパーヒーロー映画にしては、しょぼか数字ってことね。そういうことだよ。もちろん、映画用語派の人たちは、これらの数字は、まだ初期段階の推定値だって主張しているの。でも、批評家たちは、これらの数字が、最近のスーパーヒーロー映画の興行成績の惨憺たる結果と酷似していることに、すぐに気づいたんだよ。初期段階やけんって言い訳しとるけど、映画のプロから見たら、あ、これ、過去の失敗作と同じパターンやん、でバレバレってことたいね。情かなか。特に注目すべきなのは、この予測が、近年で、最も悪名高いコミック原作映画の失敗作の一つである、ザ・マーベルズと、ほぼ完全に一致しているという点なの。出た、ザ・マーベルズ。あれは、相当ひどかったって聞いとるばい。ファンが、スーパーガールの予想オープニング興行収入を見たとき、多くの人が、すぐに、ザ・マーベルズと比較したんだよ。ザ・マーベルズは、国内で4600万ドル強のオープニング興行収入を記録した後、興行成績が急落してしまったの。マーベル・シネマティック・ユニバース、通称 MCU っていう大人気シリーズの作品であるにもかかわらず、同作の国内興行収入は、劇場公開期間全体で、わずか8400万ドル程度にとどまったんだよ。8400万ドルポッチで終わったと？大赤字やん。その失敗作と今回のスーパーガールが全く同じスタートを切りそうってことね。そりゃファンも絶望するばい。そのザ・マーベルズの惨憺たるパフォーマンスは一般大衆の間でスーパーヒーローへの飽きが高まっていることを象徴するものとなったの。そして今やスーパーガールもチケット発売前から全く同様の状況に陥っているんだよ。チケット売る前からおつや状態って映画会社も頭抱えとるやろうね。ネットの反応はどうなっとると？ネットユーザーからはこんな反応が出ているよ。まさにザ・マーベルズの再来だ。また大爆死の予感しかしない。スーパーヒーロー映画はもうオワコンなんだよ。で、かなり厳しい意見が飛び交っているの。そりゃ、そう言われるばい。数字が正直すぎるけんね。さらに、あるバイラル投稿、つまり SNS で爆発的に拡散された投稿では、これらの数字を比較することで、DC スタジオにとって状況がいかに厳しいものかを浮き彫りにしているんだよ。どんな比較がされとると？その投稿によると、過去の失敗作のオープニング興行収入はこうなっているの。ブラックアダムが6700万ドル。ザ・フラッシュが5500万ドル。モービウスが3900万ドル。そして、ザ・マーベルズが4700万ドルだよ。これらは、ワーナーブラザースが自社が再活性化させたと謳う DC ユニバースと観客に結びつけてもらいたい映画ではないの。ワーナーブラザースは、俺たちの DC ユニバースは生まれ変わったんや、で、ドヤ顔しとるくせに、並べられとるのが歴史に残る大こけ映画ばっかりやん。恥ずかしか？観客に、あの失敗作の仲間ね、って思われたら終わりばい。しかも、公開初週末のオープニング興行収入予測は、懸念事項の一部に過ぎないんだよ。まだ悪い知らせがあると？どんだけ地獄なん？先ほど紹介したボックスオフィスセオリーによると、スーパーガールの劇場公開期間全体を通した国内興行収入は、1億700万ドルから1億8100万ドルの間になる可能性があるというの。これは、非常に大きな幅があるんだけど、中間値である約1億3700万ドルでさえ、観客の関心の強さについて、大きな疑問を投げかける数字なんだよ。中間値でもダメってこと？そうなの。もし、本作が、その中間点あたりに落ち着けば、興行収入は、ブラックアダムの1億6815万ドルを下回ることになるの。
ブラックアダムは商業的に失敗作と広く見なされているにもかかわらずだよ。また、同じく話題性に欠け、国内興行収入が2億50万ドルにとどまったスーパーヒーロー映画、キャプテンアメリカ、ブレイブニューワールドにも及ばないだろうって言われているんだよ。失敗作と言われとるブラックアダムよりも稼げんかもしれんって、もう映画作る意味あると？赤字確定の罰ゲームやん。さらに恐ろしいのは予測の加減値だよ。予測の加減値はさらに憂慮すべきものなの。もし国内興行収入が1億700万ドルとなれば、スーパーガールはザ・フラッシュの1億800万ドルとほぼ同水準となるの。ザ・フラッシュは長年の公開延期、再撮影、高額なマーケティングキャンペーンを経て DC 映画史上最も悲惨な興行的失敗作の一つとなった作品なんだよ。あの伝説の大赤字映画ね。それと同じレベルまで落ち込む可能性があるってことたいね。そうなの。ジェームズ・ガン監督が DC ユニバースの未来を確立するのに役立つはずの映画にとって、これらの数字を肯定的に解釈するのは極めて難しい状況なんだよ。完全に積んどるばい。ところで、なんでこんなに期待されとらんの？作品そのものの魅力がないだけなん？実は映画の内容やスーパーヒーロー疲れだけじゃなくて、出演者の言動も大きな問題になっているの。でも、その話をする前に、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。チャンネル登録とグッドボタン、高評価、ポチッと押すだけやけん。よろしく頼むばい。で、出演者がなんかやらかしたってこと？そうなの。実は、主演女優のミリー・オールコックが、最近、ファンからの批判について語る中で、キリスト教徒の父親を嘲笑して、ネット上で大きな反発を招いたんだよ。彼女は、また、適切な人物を怒らせることに、何の問題もない、とも発言したの。は？映画公開前やのに、なんで、自分からお客さんを煽るようなこと言うと？頭おかしかと？本当にそうだよね。この発言は、ソーシャルメディアやエンターテインメント関連の評論チャンネルで、瞬く間に拡散されたの。活動家的なエンターテインメントメディアは、こうした論争を無意味な文化戦争ドラマだとして片付けることが多いんだけど、映画スタジオは有料観客の一部を敵に回すことが深刻な広報問題になり得ることを過去に繰り返し学んできたはずなの。お金を払って見に来てくれるお客さんをバカにして誰が得すると？映画スタジオは過去の失敗から何も学んどらんね。ネットユーザーたちもまた女優が観客を煽ってるよ。わざわざ敵を作る意味がわからない。これじゃ絶対に映画館に行かないて、怒りや呆れの反応を示しているの。そりゃそうばい。過去にも同じようなことあったん？あったよ。ファンは、ブリー・ラーソンやレイチェル・ゼグラーといったスターたちのケースで、全く同様の状況を以前にも見てきたの。度重なる公の場での論争が、作品そのものを覆い隠してしまって、映画ファンの間で不満が高まっていったんだよ。女優の態度が悪すぎて、映画の中身より炎上の方が話題になっとったね。また同じ歴史は繰り返しとるんやね。学ばないにも程があるばい。公平かどうかは別として、ミリー・オールコックの発言は、今やスーパーガールをめぐる議論の一部となっているの。作品の評価に直接影響を与えてしまっているんだよ。自業自得たい。口は災いのもとって言葉、ハリウッドにはなかと？そしてね、葵。これらの予測や炎上問題は、ジェームズ・ガン監督の DC ユニバース全体の戦略をめぐる監視が強まっている時期に発表されたから、さらに厄介なの。ジェームズ・ガン監督って、新しく DC のトップになった人やろ？その人の計画自体が怪しいって思われとるってこと？その通りだよ。実は、スーパーマンは、ジェームズ・ガン監督による DC ユニバースのリブート版、つまりシリーズを一新する計画への大きな期待を巻き起こすはずだったの。でも、ワーナーブラザースが最も象徴的なキャラクターのリブートに期待していたような圧倒的な観客の熱狂を生み出すことはできなかったんだよ。スーパーマンってアメコミの王様みたいなもんやろ？それが熱狂を生み出せんかったら他のキャラクターなんてお察しばい。さらに衝撃的な話があるの。ネットフリックスの CEO であるテッド・サランドスは、ワーナーブラザーススタジオの買収を試みる際、政府の公聴会で宣誓証言を行い、映画、スーパーマンは興行収入で赤字だったと主張したんだよ。公式の場で、あれ赤字でしたよ、でばらされとるん？ワーナーブラザース、赤っ端やん。DC ブランド全体の再構築という重責を担う映画として、多くのアナリストは、はるかに優れた興行成績と、より大きな文化的影響力を期待していたの。でも、現実は厳しかったみたい。
一方、ジェームズ・ガン監督のピースメーカーという作品は DC ユニバースブランドへの幅広い関心を喚起できるような主流のストリーミング配信作品として圧倒的なヒット作となることはできなかったんだよ。つまり映画もストリーミング配信もどれもこれも微妙な結果でジェームズ・ガン監督が引っ張る DC ユニバース自体がやばい状況ってことね。そうなの。そのため、一部のファンは、現在の問題は単なるスーパーヒーロー疲れではないんじゃないかって疑問を抱いているの。ほう。スーパーヒーローに飽きたわけじゃないなら、何が原因なん？ファンが問題視しているのは、ハリウッドの現代的なフランチャイズ作品の提携、つまり決まりきったマンネリ化した作り方や、ジェームズ・ガン監督率いる DC スタジオの現在のクリエイティブな方向性に対する観客の拒絶感の高まりにあるのではないか、ということなんだよ。なるほどね。スーパーヒーローが嫌いになったんやなくて、お前らの作るつまらん映画とお客さんばバカにする態度が嫌いなんやって言葉いね。観客は正直たい。もちろん、公平に言えば、長期的な興行収入予測は決して正確な科学とは言えないの。今後のマーケティングキャンペーン、予告編の出来、観客の反応、レビュー、そして競合作品の公開状況など、あらゆる要素が公開直前に予測を大きく左右する可能性があるんだよ。まあ、公開直前になってめちゃくちゃ面白い予告編が出たら手のひら返す人もおるかもしれんけどね。でもね、ハリウッドでは世間の認識が何よりも重要視されるの。そして現在、スーパーガールを取り巻く世間の認識は DC スタジオにとって無視できないほど大きくなっているんだよ。すでに爆死確定。女優が炎上しとる映画っていうレッテルが貼られとるけん。これを覆すのは相当難しかろうね。スーパーヒーロー映画が公開前からザ・マーベルズ、ザ・フラッシュ、ブラックアダムという失敗作と比較されるような状況は映画スタジオが映画ユニバース全体への信頼を再構築しようとしている時に期待するような話題性とは絶対に言えないの。信頼を再構築するどころか自分たちで墓穴掘ってさらに深く沈んどるだけやん。DC スタジオ、この先どうなるんやろうね。本当に先行きが不安だよね。ということで、今日は DC スタジオの新作映画、スーパーガールの絶望的な興行収入予測と主演女優の炎上問題という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。